こんにちは、近藤美蔵です。今日は久しぶりにスピリチュアルトークをしたいと思います。テーマは、衰退していく日本が持つ役割や、これからの時代を生き抜くために必要なものについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それでは、シリウス中継、スタート。皆さんもご存知のように、すでに20年以上前から衰退に向かっている日本は、今後さらに衰退していくと思います。それは世界に遅れをとっているように見えるため、悪いことのように思えるかもしれませんが、霊的な意味では新しい時代を先導していく働きを日本が担っているため、いち早く先進国の中から抜け落ちて、次の準備に入っているからということです。新しいシステムを作るためには、古いシステムを完全に終了させる必要があり、それは国としての首都再生を意味しています。死に向かう過程は厳しいものとなり、日本が滅びるために何が起こるかわからない状況が続くと思います。地震などの自然災害や飢饉などの食料不足の問題、さらには戦争も起こる可能性を否定できません。私は経済のことはあまり詳しくありませんが、経済システムが変わることは理解しています。ということは、現在の経済システムも崩壊していくと思います。そして次の時代に必要な人々が、この重大な局面を生き抜いて、新しい時代の基盤を作っていきます。触れたくない話ですが、陰謀論についても少しお話ししておきます。コロナによって陰謀論が多くの人々の耳にも届くようになりましたが、私は西暦2000年から陰謀論と向き合ってきました。当時はそんなバカな話があるわけないと思えるような世の中でしたが、10年が経ち、20年が過ぎた今、当時言われていたことと全く同じ状況になってきています。なので、最近陰謀論を耳にした方は、信用できない情報だと思われるかもしれませんが、年月が経ってくると次第にそれを理解できるようになると思います。ということで、私は陰謀論はあると思っています。しかしです、大いなる宇宙の意志には逆らえないことも知っています。大いなる宇宙の意志とは、私たち人間を含むすべての宇宙生命を進化させることです。過ちは人々に学びを与えます。私たちは苦い経験からよりよく生きる英知を身につけてきました。陰謀論に携わる人々はもちろんのこと、それに利用される人たちもまた、それさえ学びであると捉えています。三次元は体験のステージ。いいも悪いもすべて体験は魂の栄養となります。言いたいのは、世界を闇に包もうとする陰謀さえも、アセンションに組み込まれたものになるということです。先ほどお話ししたように、日本は世界に先立って、いち早く苦しい局面を迎えます。古いシステムが終わるということは、今までのやり方を続けている限り衰退していくと思います。今まで成功していたやり方はもう通用しなくなるため、次なる時代に沿った新しいやり方を見つける必要があると思います。そこで今回は新しい時代に向けて今を生き抜くために必要なヒントを受け取りました。1番、特性を磨く。これからの時代はそれぞれがスペシャリスト。誰かの管理下で誰かの指示で動くのではなく、自分の特性を生かした働きを自らの意志で社会に発動する生き方が新しい時代のあり方であり、
これからの時代をスムーズに生きる秘訣となります。従来のピラミッド型の社会の形態も崩れていきます。組織に属している場合、それが崩壊した時に困るため、組織の中にありながらも、自分の特性を生かして生きていける準備を進めた方が良いでしょう。わかりやすく言えば、組織に属さなくても生きていく力を持っている人は、これからの時代を超えていく力があるということです。ちなみに、ピラミッド型の組織は崩れる方向にありますが、人々が輪となって活動するチームは発展していきます。チームは同じ特性を持つ人々が集まって、世の中のために働きかけるグループで、そこにはリーダーが存在して、リーダーは英知を人々に伝え、次なる人々を育てていきます。2番、第六感を磨く。第六感とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、収穫の五感以外の感知能力のことで、透視やチャネリング能力も第六感ですが、それは特別な力ではなく、本来私たちが持っている力です。古代の人々は第六感が発達していましたが、現代人は退化していると言われています。第六感が有効に働く人は、困難な局面が訪れたとき、それを脱するための英知を働かせることができます。今どうすべきか、何が最善か、瞬時に判断することができ、その人のガイドや工事の存在の声を受け止める力も高まります。第六感を働かせるためには、五感を磨くことも有効です。感性を働かせるために、意識を高める音楽を聴いたり、アートに触れたり、アロマなどの香りを日々の生活に取り入れたり、また、無の境地になることも第六感を育てます。瞑想したり、大自然の中で一人の時間を過ごしてみたり、ヒーリングなどのエネルギーワークで第六感を磨くことも有効です。このチャンネルはそのために情報発信を続けています。3番、心身を強くする。心と体を強くキープしておくことは、これからの局面を超えていくために必要です。なぜなら、どんなに英知を持っていても、心身が弱ければ、時代の荒波を生き抜くことは難しいからです。例えば、新型コロナウイルスのように、今後どんな人間に有害なものが発生するかわかりません。また、うつなどの問題もさらに増えていくと思いますし、生活が貧しくなれば、人の心はすさんでいくものです。心と体は密接です。健康的な生活は、健全な精神を養って、明るい未来を生み出す源となります。体や心の病気が蔓延するこれからになるかもしれないため、それに備えて生活習慣や食生活を見直したり、日常的な健康法を取り入れたりして、心身が健常であるようにしましょう。以上です。以前の動画で先日の夏至にとても大きなシフトを感じているお話をしたと思いますが、今回の夏至から一気に世界の変化は加速して、日本は一気に衰退に向かうと思います。厳しい時代を迎えますが、強く賢く生き抜いていきましょうね。今日の話が皆さんのこれからにお役に立てば、とても嬉しく思います。それではシリウス中継を終わります。